こんにちは、ミッキーです。今回は2023年上半期最新の東京朝ごはん13選をご紹介していきます。本チャンネルの人気企画でもあります東京朝ごはん特集。私自身も2023年に入ってから在宅ではなく出社にて仕事をすることも増えまして、一日を有意義に使うためにも仕事前の朝活をする機会が増えました。第1回、第2回とこれまでにもご紹介していますが、今回が最大のボリュームとしてお届けできるかと思います。特に皆様にお勧めしたい理由の一つが圧倒的コスパの高さ。ディナーよりもランチがお得なのと同じように、ランチよりもさらにモーニングがお得なお店も多く、そんなお店を今回もたくさんご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、銀座エリアにありますフランス屋というところでございます。こちらのお店は1980年のオープン以来、銀座にて根強く愛されています老舗喫茶店になっています。フランス屋さんの近くにはスターバックスもあるんですけども、こちらの店は隠れ家的に存在していまして、コスパも非常に良く、銀座に行く際はぜひとも押さえていただきたいお店でもございます。こちらのお店は関西圏で長い歴史を持つ英国屋グループが東京に進出した際の第1号店だということでございまして、あえて英国屋の名前を使わずフランス屋という名前にしましたのは、銀座の有名オーダースーツ店銀座英国屋との混同を避けるためだったということでございます。日本橋や神田のエリアは喫煙可能な喫茶店も多い中、こちらフランス屋は2020年4月から完全禁煙になっています。喫煙という観点に関しましては賛否が分かれることかと思いますけれども、非喫煙者の方々にとってはより使いやすさが増しているかなと思います。こんな形で店内も非常に広々としていまして、座席数は74席と非常にたくさんありますので、そういったところもおすすめでございますし、昔ながらの喫茶店でもありながらカードや電子マネー QR コード決済に対応している点もおすすめでございます。もちろん現金も対応可能です。特におすすめなのは平日のモーニング、朝8時からオープンしていまして、穴場でございますし、モーニング自体も11時までやっていますので、そういったところも嬉しい部分かなと思います。今映しております通り、コーヒーメニューに関しましてはおかわり1杯無料サービスになっていたり、他にもミックスフルーツジュースやクリームソーダなど、まさに喫茶店らしさを感じるようなドリンクメニューもありますので、ぜひ気になるメニューを頼んでほしいなと思います。今さっき申し上げましたモーニングセットに関しましては3種類から選ぶことができまして、この日は一番がっつりな C セットをチョイスしました。後でご紹介しますけれども、 C セットはバタートーストに目玉焼き、ソーセージとサラダがついた贅沢セットになっていました。ちなみに最も安い A セットだとバタートーストがついて550円。もちろんコーヒーもおかわりできますのでコスパ間違いなしかなと思います。地下なので少し暗めではありますけれども、映え空間でもございますので、ぜひお気に入りの写真も合わせて撮ってみてほしいなと思います。こんな感じでモーニングメニュー以外にもフードメニューに関しましてもとても豊富でございますので、訪れていただいてメニューもじっくり吟味していただくのもとてもいいかなと思います。またプラス100円でこんな形でスープもつけることができますので、ぜひモーニングサービスに加えてスープをいただきたいという方に関しましてはこちらも頼んでほしいです。そして今映していますのが先ほど申し上げましたモーニングセットの C セットでございます。この日もこちらでモーニングいただいてから出社してるんですけども、結構がっつりいただけますので、例えば打ち合わせの時間が少し遅い場合に関しましても、こちらでがっつりいただいた上で出社するというパターンもとてもおすすめかなと思います。私自身がこちらのフランス屋さんを訪れるときは平日のことがとても多いので、なかなか土日の様子とかはわからないんですけども、もう平日は本当にこんな形でほとんど人がいない様子だったりしますので、とてもおすすめですし、土日に関しましても知らない方ももしかしたら多いかもしれないので、結構穴場的に使っていただけるかなと思います。
続いてご紹介しますのは、有楽町からヤクンカヤトーストというところなんですけども、こちらまずは東京国際フォーラムの様子を映しています。とても天気が良かった時の様子を映してるんですけども、この東京国際フォーラム自体も東京らしさを感じられるような美しい建築美がありますので、ぜひとも訪れていただく際に関しましては、こちら東京国際フォーラムぐるりと巡っていただいて、その魅力も感じてほしいなと思います。ちなみにこちらの東京国際フォーラムに関しましては、地下通路を利用することで、雨の場合にも濡れずに入っていただくことができますので、そういったところもとてもおすすめなポイントかなと思います。こちらのヤクンカヤトースト以外にも、シェイクシャックがあったりとか、ブルックリンロースティングカンパニーがあったりしまして、そちらは以前の動画でもご紹介してますので、気になる方はそちらもチェックしてほしいなと思います。さて、こちらのヤクンカヤトーストさんに関しましては、シンガポールの定番朝食、カヤトーストが有名なシンガポールの老舗店でございます。ここ、東京国際フォーラムの店舗は、2021年6月に誕生したお店でございまして、日本国内だと他には霞が関のお店があるのみで、以前に新宿の店舗をご紹介したんですけども、残念ながらこちらは閉店してしまったようでございました。先ほど老舗店と申し上げたんですけども、実は創業は1944年ということでございます。カヤトーストというのはシンガポールの代表的な朝食メニューでございまして、トーストしたパンでカヤジャムと呼ばれるペーストをサンドしたソウルフードの一種になっています。カヤジャムに関しましては、卵、砂糖、ココナッツミルク、パンダンリーフを使っているということでございました。現地だと温泉卵にトーストを絡めて食べるのが定番だということでございますので、ぜひともそちら試してほしいなと思います。鳥インフルエンザなどの影響による卵不足のため、5月26日現在は卵1つの提供になっていた時でございますので、タイミング次第ではもしかしたら卵1個かもしれませんし、もし卵不足が解消していたら卵2個といった形で従来のメニューをいただくことができるかなと思います。また、チキンカレーヌードルやラクサ、スイーツ、アジアンスタイルのサンドイッチなど、他のシンガポール料理もいただくことができますので、そちらが気になる方はぜひ試してほしいなと思います。さらに、コピというシンガポール流のコーヒーと合わせていただくことで、より現地感がするかと思います。コピに関しましては、種類がいくつかございまして、コンデンスミルク、いわゆる練乳とエバミルク、無糖練乳を加えるのが基本的な飲み方でございます。ただ、ミルクなし、砂糖入りのコピを、エバミルクと砂糖入りのコピ C も選べますので、それぞれ気になるものを頼んでほしいなと思いました。続いては少し場所を移しまして、日本橋からゲルボアさんというお店をご紹介します。こちらは創業1952年と長い歴史を持つ老舗喫茶店でございます。日本橋高島屋の向かいにありまして、立地もとても良いです。店名の由来は19世紀パリのモンマルトルにあるということでございまして、ピカソをはじめとした著名な芸術家が集まった地に根付いていたカフェゲルボアから来ているということでございます。日本橋の高島屋の中にもおしゃれなカフェはたくさんあるんですけれども、値段はまさに東京駅周辺価格といった形で結構かかりまして、それこそコーヒー1杯1000円みたいなこともありますので、こういったゲルボアさんのようにお財布に優しい喫茶店はとても貴重かなと思っています。店内は全面喫煙可能となっていますので、喫煙者の方々にとってもとても嬉しいお店になっています。なのでちょっと煙が気になるなという方に関しましては、ちょっと選択肢から外れてしまうかもしれないんですけれども、そのレトロな雰囲気とかもとてもおすすめでございますので、ぜひとも大丈夫だなという方に関しましては試してほしいなと思います。この日は仕事前に伺いまして、モーニングをいただいたんですけれども、ランチメニューもありまして、ピラフやスパゲッティ、サンドイッチやオムライスなど、昔ながらの喫茶店メニューをコスパよく楽しむことができます。こちらこの日いただきました B セットでございまして、卵トーストとフルーツ、お味噌汁がついて、コーヒーまたは紅茶から選べるセットでございました。モーニングのメニューは朝8時から10時半までになっています。で、この卵トーストなんですけれども、思った以上にボリューミーでございまして、フルーツや味噌汁などと合わせまして、朝からしっかり楽しむことができたので、満足感たっぷりでございました。続いてご紹介しますのは、2021年6月にオープンしました新宿御苑駅の近くにあります翼コーヒーさんでございます。こちらはモーニング、ランチ、カフェタイムと様々な時間に楽しめるお店になっています。結構路地裏にひっそりと佇んでいますので見つけにくかったりするんですけども、ぜひともチェックしていただいて、特にモーニングなんかに訪れてほしいなと思っています。カフェは自由な場所、自由な象徴は羽、飛んでいるイメージ、そんな言葉からインスパイアされまして名付けられました翼コーヒーさん。
新宿にありながらも雑踏ではない居心地の良さを感じることができる貴重な空間になっています。注目は贅沢なモーニングプレートとこだわりのパフェでございまして、ぜひともこのおしゃれなメニュー表から確認していただいてお好みの一品を頼んでほしいなと思います。朝が好きになるをテーマに今回いただきましたシンプルなグッドモーニング以外にもHave a nice dayという贅沢なセットもありますので、ぜひ朝の気分とお腹の空き具合と相談しながら楽しんでいただければと思います。定期的にインスタグラムで公開されますこだわりのパフェの数々は見た目はもちろんのこと味も抜群でございます。特にフルーツを贅沢に使った盛り付けは注目でございますので、パフェ好きな方、スイーツ好きな方々はパフェを頼んでほしいなと思っています。こちらこの日いただきました平日限定のグッドモーニングというモーニングセットでございます。850円でいただきまして、コーヒーもとてもこだわりが深くて美味しい味になってますので、ぜひとも確かめてほしいなと思ってます。コーヒーは京都のコーヒーロースターでありますオカフェロースティングパークさんから仕入れているということでございまして、ジャパンバリスタチャンピオンシップで優勝経験のある岡田さんという方が焙煎していますこだわりの豆になってますので、ぜひそのあたりも注目してほしいです。続いては渋谷の宮下パークからご紹介。2020年8月にオープンしましたパンとエスプレッソと待ち合わせというお店でございます。宮下パーク内にあります待ち合わせにちょうどいいパンとコーヒーのお店になっていまして、モーニングが利用できる希少なお店としてもおすすめでございます。過去にもパンとエスプレッソとさんの系列はいくつかご紹介しているんですけども、例えば自由が丘編でご紹介しているパンとエスプレッソと自由形ですとか、あとは過去の渋谷編パート2でご紹介していますなんとかプレッソさんなんかもこちらの系列でございます。あとはつい最近東京の新施設特集でご紹介しましたパンとエスプレッソと東京&東京さんもおすすめな店舗でございますので、ぜひ他の店舗も訪れてほしいです。特にこちらの系列でおすすめなのはムーという小さな立方体の形をした食パンでございます。そちらの食パンを使って調理したメニューを店内でもいただくことができますので、ぜひとも検討していただいて注文してほしいです。ちなみにメニューは座席で QR コードを読み込んでスマホで注文するスタイルでございますので、今映しておりますようなメニュー表で確認していただいて、注文は QR コードからといった形で注文していただければと思います。店内の様子は卵をモチーフとした色合いでございまして、ライトは卵の体の形のようなフォルムでインテリアを楽しむこともできます。デートやお一人様はもちろんのこと、子連れの方でも楽しめるような空間になっていますので、まさにお散歩がてら待ち合わせがてらこちらのパンとエスプレッソと待ち合わせの店舗をご利用いただきたいです。またテイクアウトのパンも非常に豊富でございますので、カフェ利用はもちろんのこと、テイクアウトにもぜひ利用してほしいなと思います。こちら外から眺めている様子なんですけども、本当にたくさんのパンが並んでいますし、今回モーニングのタイミングで訪れていますので、とても種類豊富で比較的焼きたてのパンをいただくことができるというのもおすすめだったかなと思います。今映していますのが先ほど申し上げました立方体のムーでございます。他にもメロンパン、クリームパン、あんパンなどのベーシックなパンを中心にたくさんの菓子パン、調理パンが並んでいますので、ぜひ吟味していただいてお好みのパンを頼んでほしいです。また先ほどご紹介しました宮下パークの屋上の芝生エリアでテイクアウトしたパンとかコーヒーとかを楽しむこともできますので、そちらも一つの選択肢になるかなと思います。あとはパンとエスプレッソとの系列にありますテイクアウト用の紙袋もおしゃれになっていますので、テイクアウトする際にはプラス10円ぐらいかかるかと思うんですけども、そちらの紙袋もテイクアウトしていただくとより楽しめるかなと思います。でこの日はモーニングタイム8時から10時までの限定のモーニングセットをいただいていまして、ドリンク付きのお得価格でいただくことができましたので、モーニングに訪れると少しだけお得にいただけるんだという情報もインプットしていただくと効率よく回ることができそうです。でこんな形で焼きたてのパンが陳列されていまして、写真映えもするかなと思いますので、ぜひタイミング狙っていただいてお店の方に確認していただいて写真等にも収めてほしいです。そしてこの日いただきましたのはムーのクロックマダムと待ち合わせのクロックマダムでございまして、いずれもモーニングの時間帯でしたのでドリンク付きでいただくことができました。看板メニューといっても過言ではない待ち合わせのクロックマダムは、運ばれてきた瞬間からトリュフのいい香りがする至極の一品でございます。また今映していますようなムーのクロックマダムでも同じように食べ応え抜群でございまして、トーストに乗った卵もトロトロでございますので、まさに食べ応え抜群かなと思います。特にこちらの店舗が先ほど申し上げました通り卵をモチーフにしている店舗なので、ぜひとも頼んでほしい、そんなメニューでございました。で2人とかで訪れていただきますとこんな形で食べ比べをしていただくことができるかと思いますし、この他に待ち合わせのフレンチトーストもおすすめなメニューでございますので、そちらが気になる方はこちらの待ち合わせのクロックマダムと待ち合わせのフレンチトースト頼んでいただいてシェアするというのも個人的にはおすすめでございます。
ちなみにセットのドリンクに関しましては、カフェラテやカプチーノを頼む場合にはプラス150円がかかります。ただ、パンとエスプレッソという名前の通り、エスプレッソドリンクとしてのカプチーノやカフェラテに関しましてはとても魅力的でございますので、ぜひとも追加料金を払って頼んでほしいなと思いました。最近こちらのパンとエスプレッソさんに関しましては 3COINS でこの食器なんかも売られていましたので、気になられた方は 3COINS 等でお土産としても買ってほしいです。続いては、市ヶ谷で最も有名なカフェといっても過言ではないベーカリーカフェナンバー4さんでございます。こちらは食べログカフェ100名店2022にも選出されておりまして、カフェでもレストランでもベーカリーでもない朝から晩まで自由なスタイルでハンドクラフトを楽しめる空間をイメージして運営されています。もともと飲食業界ではメジャーではない麹町というこちらのビジネス街に平屋建てのコンテナハウス型の外観で誕生したお店でございます。以前に紹介しました表参道のクリス・クロスさんの系列でございまして、そのおしゃれさも大きな魅力になっています。こちら人気なカフェだけあって、どの時間に訪れても基本的には街が発生します。人が集まる空間として大きく貢献しているのも頷けるようなそんな空間でございますが、お店の外には長いベンチがございまして、屋根もついていますので、本などをご持参いただければ待ち時間も苦ではないかなと思いました。また、モーニングやランチタイムは予約不可能なんですけれども、5時以降は予約可能でございますので、どうしてもという方に関しましては、予約の上、夜に訪れてもいいかもしれません。また、テイクアウトであればすぐに購入できますので、そちらも選択肢の一つになるかなと思います。一番の魅力とも言えますこちらのパンはこだわりの製法で焼き上げまして、風味もとても豊かでございます。とてもたくさんの種類がありますので、ぜひ一つ一つ吟味していただいてお好みのパンを頼んでほしいなと思います。産地にこだわった小麦など厳選された原料や自家製の天然酵母、発酵バターミルクなどを使って焼き上げているということでございます。また他にもランチメニューとして釜焼きピザがあるんですけれども、そちらは毎週変わるメニューでございまして、ビーガンの方にもどんなシーンでも楽しめるようなナンバー4のハンドクラフトになっているということでございます。また夜にはクラフトビールの提供もありますので、時間ごとに楽しめるといった点もとてもおすすめなポイントかなと思います。さらにコーヒーに関しましては、ザ・ロースタリーというところで焙煎していますコーヒーや自家製レモネード、また先ほど申し上げたクラフトビールの他にワインも楽しむことができますので、そういったペアリングもぜひとも試してほしいなと思います。ちなみに他にも系列店ご紹介しますと TY ハーバーさんというところ、確か天王座あたりにあったかと思うんですけども、とか他にも表参道の鹿田さんとか代官山の IB プレイスさんとかもとてもおすすめでございますので、私のチャンネルではまだご紹介できてないんですけども、ぜひともチェックしていただきたいですし、そういった系列店全部網羅していただきますと、それぞれの魅力も感じることができるかなと思います。こちら、モバイルオーダー制になっていまして、今はモーニングのメニュー映してるんですけども、トッピングも選ぶことができたというところで、朝からクラフトビールもいただけましたので、例えば休日の日なんかにはビールとパン、もしくはビールとモーニングメニューいただいてみるのも一つの楽しみ方かなと思います。またソフトドリンクに関しましても、クラフトジンジャーコーラやレモンスカッシュなんかもありましたので、こだわりのジュースをいただくことができるかなと思います。あとは先ほど申し上げましたおすすめなノージーコーヒーさんのコーヒーですね。他にも紅茶なんかもありましたので、ちょっとコーヒーの苦味が苦手だなという方に関しましては、紅茶を頼むのも一つの選択肢かなと思います。また、モーニングのセットの場合に関しましては、セットドリンクの価格でいただくことができますので、少しお得にいただけるかなと思います。ちなみにこの日は気分的にいただかなかったんですけれども、一番のおすすめはブリオッシュフレンチトーストでございますので、ぜひまた訪れた際に撮影できましたら、そちらのフレンチトーストもご紹介したいと思います。もし気になる方いらっしゃいましたら、インスタグラム等にたくさん写真が載ってますので、確認していただいて注文してほしいなと思います。他にもフレンチトーストコンボですとか、クロックムッシュ、あとはスープセットとかもありましたので、ぜひお好みのメニューを試してほしいなと思います。そんな中、本日頼みましたのは、こちらアボカドトーストとフルーツサラダ、そしてセットドリンクではカフェラテをいただいてみました。さらに、今回頼んだアボカドトーストを含め1000円以上はするんですけれども、トーストセットを注文していただきますと、トーストとミニサラダとフルーツがついて600円でいただけたかなと思いますので、なるべく価格を抑えつつもおしゃれな空間を楽しみたいという方に関しましては、そちらのトーストセットも一つの選択肢にしていただければなと思います。
続いてご紹介しますのは1974年創業、下北沢で長年愛されます昭和レトロな喫茶店カフェザックさんでございます。モーニングやランチメニューが充実しておりまして、下北沢では希少なモーニング喫茶でもございます。店内は広々としていまして、席の数もとても多いので、お一人様から家族連れの方々までいろいろな層の方々が利用しやすい空間になっていました。お店の目玉商品は手作りケーキ、後で映像でもご紹介するんですけれども、全て自家製でございまして、特に生クリームに定評があるということでございます。約10種類以上と豊富で、ケーキのショーケースの中身を見てるだけでもワクワクしてしまいます。さらに季節限定のケーキもあるため、季節が変わるごとに訪れたくなるような、そんなお店でもございます。また先ほどご紹介しました通り、特におすすめなのはモーニング&ランチセット。なんと朝9時から14時までやっていますお得セットでございまして、遅く起きた朝にも利用できるのはとても嬉しいポイントです。モーニングセットは A から F セットまでラインナップされておりまして、ゆで卵もしくはヨーグルトのいずれかとドリンクがセットになったお得セットになっています。こちらが先ほどご紹介しましたケーキになっています。ちなみにケーキはテイクアウトしますと少しお得にいただけますので、テイクアウトしていただいてご自宅で楽しまれるというのも一つ選択肢かなと思います。またケーキに関しましては続々と焼き上げていますので、今映していますタイミングではあまりなくても、この後補充されたりと訪れるタイミングでもしっかりといただけるところも嬉しいポイントかなと感じました。また今軽く映しています通り、今回1階の席の様子を映したんですけれども、2階席もあるということでございますので、長居するのにもおすすめな空間かなと思いました。また Wi-Fi も完備していますので、作業向けのカフェとしてもおすすめかなと思っています。こちらが先ほど申し上げましたモーニングとランチセットの概要になってますので、気になる方は動画を止めていただいて確認していただくといいかなと思います。あとは先ほど映していましたケーキに関しましてもメニュー表で細かく書かれていますので、ぜひその説明書き等を見ていただいてお好みのケーキを注文してほしいなと思いました。さらに下に映っていましたトーストやサンドイッチセットに関しましては、モーニングの時間帯が終わってしまった場合でも注文していただくことができますし、そちらを注文した場合に関しましては食後のケーキを注文した際に少しだけ割引が効きますので、そこもおすすめなポイントかなと思います。またドリンクメニューも非常に豊富でございまして、モーニングやランチセットにも追加料金で注文できるものがありますので、そのあたりも非常に良心的でございます。そしてこちらがこの日いただきましたチェダーチーズサンドのトーストセットでございます。780円でヨーグルトもついて、コーヒーとクッキーもついていただけるところはとても嬉しいポイントだったかなと思います。そしてまた別のセットをご紹介しますけれども、こちらはツナサンドのトーストセットでございます。先ほどはヨーグルトの注文をしたんですけれども、こちらはゆで卵をセットにした場合の組み合わせになっています。またこちらのお店は夜も比較的遅くまで営業していまして、ワインやビールの提供もありますので、モーニングやランチに限らずいろんな形式で楽しめるような、そんな空間だったかなと思ってます。あとはこちらバナナタルトのドリンクセット、そしてショコラオレンジでございます。ケーキに関してもドリンクセットにしてお得に楽しめる上、ケーキを2つ目注文する場合にはテイクアウト価格にて割り引いてくれますので、ぜひお得に注文してほしいなと思います。続いてご紹介しますのは青山フラワーマーケットティーハウスアトレ吉祥寺店でございます。アトレ吉祥寺店にはたくさんの魅力的なカフェが詰まっていますので、他の動画でもご紹介していたりします。なので過去の動画も参考にしていただきつつ、気になる場所がありましたらいずれも訪れてほしいです。その中、今回ご紹介しますこちら青山フラワーマーケットティーハウスは日本国内外に約100店舗存在し、おそらく皆さんも一度は目にしたことがあるであろうフラワーショップの系列店になっています。そんな青山フラワーマーケットの運営するカフェでありますこちらのティーハウス、コンセプトは温室になっています。今映しております通り、お店いっぱいに広がるグリーンと自然の中に咲いているように飾られた旬のお花で埋め尽くされまして、どこを切り取っても映え空間になっています。黒板にはその季節の花なんかのご紹介もされていますので、ぜひそういったところも確認していただいて花の魅力にも触れてほしいなと思います。またこういったインテリアの装飾含めましてお花の使い方なんかも参考になる部分もたくさんあると思いますので、ぜひお花好きな方々、観葉植物が好きな方々なんかはレイアウトも参考にしていただきつつ、ご自身のご自宅等もお花や植物で彩ってほしいなと思います。青山フラワーマーケットのコンセプト、リビングウィズフラワーズエブリデイ、
日常的に花と緑のある空間、時間を体験するのにぴったりなお店になっています。この日はモーニングの時間帯に伺いまして、後でご紹介しますけれども、自家製のフレンチトーストをいただきました。ただですね、モーニングの時間帯はオープンした10時から11時までの限定でございますので、時間には気をつけていただければと思います。あと今黒板でちらっと映していましたけども、スマートフォンの充電器も貸し出してくれていますので、吉祥寺散策の中で充電ができなくなってしまったなという方に関しましては、こちらのお店押さえていただきますと、充電スポットとしても活用できるかなと思います。まさに店内どこを切り取ってもお花だらけで、アングルもとても美しいので、今回こうやって映像で映させていただいています通り、下のアングルとか上のアングルとか横からとか様々な角度を参考にしていただいて、写真にも収めてほしいなと思います。さらにこちらの店ではフラワーレッスンというものも比較されていまして、月次のスケジュールなんかも黒板に書かれていますので、参考にしていただいた上で時間が合えばそちらも体験してみてほしいです。このアトレ吉祥寺自体は多数の店舗が入居しておりますので、他の店舗とも隣り合ったような空間にこちらの青山フラワーマーケットさんもあるんですけども、こういった植物を使うことでこの空間がまさにここだけの空間になっているような雰囲気にもなっているので、壁を設置しなくてもお店の空間作りをする際にはとても参考になるレイアウトだなと感じられました。私自身がもともと八王子の出身なんですけども、八王子とか東京の23区を離れた空間になると結構敷地のスペースはたくさんあるんですけども、その空間自体あまりうまく活かせてないなって個人的には感じてしまう部分もあるので、こういった店舗作りなんかも参考にして23区だけではなくて東京全体で盛り上がっていけるといいのかななんてことも少し感じながらこちらのお店利用させていただきました。で、今回こちらでは先ほど申し上げました通り、モーニングのセットいただいたんですけれども、セットでついてきますドリンクもとてもおすすめでございまして、特にティーハウスと銘打っているだけありまして、紅茶が特におすすめでございます。今映していますのがモーニングセットの自家製フレンチトーストセットでございます。で、セットで注文できるドリンクとしましては、フレッシュハーブティーの他に複数種類用意されていますブレンドティーが注目になっています。ノンカフェインを含む全6種類の中から選ぶことができまして、この日はバラの紅茶をいただきました。バラの紅茶はたくさんのバラの花びらを加えたまさにフラワーマーケットらしい紅茶でございまして、ほんのり甘さを感じられるような香ばしい紅茶になっていました。その紅茶自体は天然の香料は加えていないのにもかかわらず、紅茶の香りを贅沢に感じられるような素敵なメニューになっていました。他にもランチメニュー等ございますので、今回のようにモーニングに限らずランチ時、そしてカフェタイムにも利用してほしいなと思います。さて、こちらがこの日に至りました自家製フレンチトーストのモーニングセットでございます。こちらのフレンチトースト、外はカリッと中はふわとろのフレンチトーストでございまして、注文後からじっくり焼き上げることで実現している食感になっています。今回レギュラーサイズいただいたんですけども、ハーフサイズにもしていただくことができますので、朝から結構重いなと感じる方に関しましてはハーフサイズにしていただいて、おすすめの紅茶と合わせてほしいなと思ってます。で、こちらはシナモンや蜂蜜、ホイップクリームを添えていただくことができますので、お好みで使ってみてください。あと左手には鑑賞用のお花なんかも添えていただいています。そしてこちらが先ほど申し上げましたセットドリンクのバラの紅茶でございます。こういったおしゃれな容器に入れていただくことができまして、ご自身でお好みの量を注いでいただきながら紅茶を楽しむことができる、そんな空間でございました。ちなみにモーニングのタイミングではいただくことができないんですけれども、ティーハウスで一番おすすめなメニューは花冠のフレンチトーストということでございまして、食べられるお花、エディブルフラワーとハーブで作ったフレンチトーストのスイーツになっていますので、見た目もとても美しいかなと思います。なのでティータイム等で訪れていただいて、フレンチトーストとお花のコラボレーションを楽しみたいという方に関しましては、そちらの花冠のフレンチトーストを試してほしいなと思いました。さらにこちらのお店、夜は9時までやっていますので、例えば仕事終わりに少しティータイム楽しみたいという場合にも活用できそうです。続いてご紹介しますのは、シンボパンというパン屋さんでございます。こちらは2010年創業で立川の地に根付きます隠れ家的ベーカリーになっています。店内にはアーティスティックな空間が広がっておりまして、照明、ショーケースなどの内装デザインはすべてアーティストユニットでございますマグマさんによるものということでございます。マグマさんは廃材を使ってアートに仕立てるアーティストとして有名でございまして、近年にはポケモンたちを廃材で表現した作品がユニクロの UT のコラボでも話題を集めました。お店の入り口には実は自転車の看板があるんですけども、こちらは初代2代目の店主さんが自転車屋さんだったことからも来ているということでございます。こちらのお店がパン屋さんになりましたのは現在の3代目の店主さんから、
非日常を感じられる空間と美味しいパン、モーニングやランチなどのカフェメニューが魅力のお店として今や隠れた人気店になっています。こういった店内のアートを含めクリエイターさんへのリスペクトが強い店主さんは新しいものを世に送り出すという点でパンとアートの共通点を見出しまして常に向上心を持ち美味しいパンを作るという原動力にもなっているということでございます。そんなしんぼパンさんのパンはどれも見た目から食欲をそそるものばかり。日々30種類以上のパンを製造しておりまして長時間発酵のバゲット、菓子パン、ビエノワ、フォカッチャ、コッペパンの5種類をベースに日々進化する味わいとともに提供されています。個人的に特におすすめなのは今映しております店内限定の朝メニューでございまして、この日はこちらの朝のパンセットをいただいたんですけれども、お惣菜セット、甘いものセット、ハムとチーズのサンドイッチセット、4種のチーズのタルティーヌセットなど5種類もありまして、さらにドリンクもついてきます。その中でもこの日に頼んだ朝のパンセットはなんとおかわり自由でございまして、ミニサラダもついて私が知る限り最高レベルのコスパモーニングだなと感じることができました。お会計が現金のみでございますので、その点だけ注意なんですけれども、ぜひとも立川に足を運ぶ際には訪れていただいて、満足感たっぷりな心地よい朝を始めてほしいなと思います。なんといっても出来たてのパンをいただくことができますので、そういったところも嬉しいポイントです。もちろんテイクアウトでも利用可能でございますので、例えばこちらでテイクアウトしていただいて、立川の有名スポットでもあります昭和記念公園等でも楽しんでほしいです。続いてご紹介しますのは、神田の老舗喫茶店でございます、コーヒーショパンさんでございます。こちらは食べログ喫茶店百名店2022にも選出されています本格派の喫茶店でございまして、昭和8年創業、長い間神田の街で愛されています注目店舗になっています。この入り口の雰囲気からとてもレトロな感じが伝わってくるかと思いますけれども、ちょっと入りがたいかなと思いつつ入っていただくととても居心地がいい空間になってますので、ぜひとも足を運んでほしいです。店内の空間はアンティーク家具やステンドグラスに包まれた個性的な空間、レトロな雰囲気の中で落ち着いた時間を過ごすことができます。特にお一人様のお客さんが多いのも印象的でございまして、今回私が訪れたようにお一人様が朝から訪れていただいてモーニングを試すというところもおすすめの過ごし方なのかなと思っています。最も有名なメニューはアンプレスでございまして、テレビでも日本三大純喫茶のトーストとして紹介されたのが話題のきっかけになったということでございます。そんなアンプレス、トーストしたパンの間にあんこを挟んだメニューになってるんですけども、どうやら他では味わえないような絶品メニューだということでございます。こちら今映していますのはモーニングサービスとあとはメニューでございます。非常にシンプルなメニュー構成になっていまして、もちろんコーヒーショパンというだけありまして、コーヒーが注目でございますけれども、コーヒー以外にも紅茶とかレモネードとかホットミルクとか、コーヒーがちょっと苦手な方でもほっと一息つけるようなドリンクがたくさんありますし、あとはバナナジュースとかミルクセーキとか、そういった喫茶店的なレトロなメニューが味わえるところも注目になっていますので、ぜひ一度訪れていただいて、それぞれのお好みのメニューを頼んでいただくだけでも十分に充実した時間を過ごすことができるかなと思っています。こちらこの日は先ほどご紹介したアンプレスではなくてですね、こちらのお得なモーニングサービスをいただきました。これ結構厚切りなトーストいただけたりというところで、コーヒーもセットにしていただけますので、個人的には朝からとってもコスパよく過ごすことができたかなと思っています。ちなみにこちらのトーストはハムトーストやチーズトーストにプラス50円で変更もできるということでございますので、ぜひそちらが気になる方はそういった50円プラスで試していただくのもいいかなと思います。で、このコーヒーなんですけども、コーヒーは朝入りコーヒーを濃いめに入れているということでございまして、これまで多数のコーヒーを飲んできてますけれども、濃い酸味を感じることができるような独特な味になってたかなと思っています。トータルで考えますと、その個性も含めコスパ最高のモーニングになっていると感じてますので、ぜひとも試してみてください。続いてご紹介しますのはスケロクダイナーというところです。九段下の人気ベーカリーファクトリーで有名な飲食グループエピエリの運営する浅草のおしゃれカフェになっています。ファクトリーさんは以前の動画でもご紹介していますので、よかったらそちらも確認していただければと思います。隅田公園の隣、スケロク夢通りの一角にあることから由来して付けられたスケロク、そして添えられたダイナーという言葉はつまり食堂という意味でございます。そんな意味が込められた名前からも分かります通り、浅草の街の暮らしの中に息づく地域密着の食堂として愛されています。
川沿いに立地している店舗を横目に東京スカイツリーも見えますので、テラス席を利用する際はフォトスポットとしてもおすすめでございます。もちろん店内入っていただきますと、こういった形でインテリアにもこだわったおしゃれ空間が広がっていますし、今1階の様子を映してるんですけども、1階の空間以外にも入り口付近にあるテラス席ですとか、2階に上りますとソファー席に加え開花を眺められるような空間になっていますので、いろいろなアングルからの魅力を感じることができます。もちろんお店はダイナーという名前がついています通り、フードメニュー、ドリンクメニューもとてもおすすめでございまして、アボカドトースト、吸盤サンドイッチ、スイーツなど、どれもこだわりと工夫が詰まった自慢の一品を堪能できるのがおすすめなポイントでございまして、おしゃれな映え空間とともに満足すること間違いなしかなと思います。浅草自体が観光スポットになっていますので、土日になりますとこちらもとても混むんですけれども、今回平日の朝にモーニングのタイミングで訪れていますので、比較的席にも余裕があったかなと感じています。ちなみに3階映してないんですけれども、3階にはパン工房が併設されておりまして、九段下のファクトリーさんさながらの天然酵母パンを出来たてで提供するための土壌が作られているところも伺うことができます。浅草のお店でございますので、和な雰囲気を感じつつも洋風なインテリアに囲まれていますので、そういったアーティスティックな空間を楽しむという意味でもおすすめかなと思います。あと他の店もそうなんですけれども、基本的に浅草のお店は英語が堪能な店員さんもとても多いので、外国人の方でも心地よく過ごすことができるかなと思います。今映していますのが先ほどご紹介しましたパンのディスプレイの様子なんですけれども、こちらをテイクアウトしていただくというのも個人的には良いかなと感じました。その中、この日に伺いましたのはモーニングでございまして、モーニングメニューは今映していますメニューの中から8時から11時まで提供されています。なので仕事前にサクッといただくのはもちろんのこと、少し遅く起きても間に合うくらいの時間まで提供されているのも嬉しいポイントでございます。例えばこの付近のホテルに泊まった場合でも11時までやってますので、10時にチェックアウトして訪れるというのもギリギリ間に合うかなというところです。いずれにしてもできるだけ自家製のものをコンセプトに提供されるメニューはどれも注目でございまして、基本となるモーニングセットはベーグルと自家製グラノラとミルクにコーヒーがついた満足メニューでございます。続いてワンプレートモーニングでもありますアボカドトーストもあるんですけども、この日にいただきましたのはこちらのイングリッシュブレックファストインアパンでございます。パンというのはフライパンの意味ですね。目玉焼き、自家製ソーセージ、自家製ベーコン、焼きトマト、青菜、マッシュルーム、ベイクドビーンズにトーストがつきまして、朝から満足すること間違いなしかなと思います。さらに野菜のバランスもいいので、ボリュームがある見た目に反しましてペロリと食べられるところも魅力的になっていました。お好みに応じて調味料をかけていただくこともできますし、ドリンクメニューも非常に豊富でございますので、好みのドリンクと一緒にこれらの豊富なメニューの中からモーニングセット頼んでいただいて、心地よい朝を始めていただければと思いました。冒頭でご紹介させていただきました通り、こちらは隅田公園の近くにありますので、こちらで朝ごはんをいただいた後は隅田公園を散歩しつつ、その街の空気も感じてほしいです。さて、続いても東京の下町エリアから清澄白河のお店をご紹介していくんですけれども、今回ご紹介するクランバイザリバーさんというところは清澄白河から徒歩10分の距離にあります。ただですね、こういった川の景色を眺めながらとても開放感あふれる東京下町の魅力に触れながら訪れることができますので、ぜひとも天気がいい日に計画して訪れてほしいようなお店でございます。こちらクランバイザリバーさんという名前、馴染みない方も多いかと思うんですけれども、実はピットマンズさんというお店の名前で2022年11月まで運営されておりまして、昨年末の2022年12月に名前を変えて生まれ変わった大人気のテラスカフェでございます。こちらのお店はデューロ東京清澄バイザシェアホテルに併設でございまして、東京観光の際の宿泊候補地としてもとても参考になるかなと思います。こちらの店、清澄白河の駅からも10分ほどでたどり着くんですけれども、実は東京駅からも約40分ぐらい歩くとたどり着きますので、もし東京駅にご用がある方はこちらに宿泊していただいて、こちらの清澄白河から少し歩いて日本橋の兜町とかあの辺りのエリアを確認していただきつつ、そして東京駅の方へ向かっていくというコースをたどっていただきますと、最近できた東京ミッドタウン八重洲や有楽町の国際フォーラムなんかも見ることができますので、とてもおすすめなお散歩コースでございます。そしてこちらは今回ご紹介するクランバイザリバーさんの店内の様子でございまして、店内もとてもスタイリッシュでおしゃれな空間になっています。
こちらのお店では隅田川の風を感じながらこだわりのコーヒー、バーベキュー料理とクラフトビールを味わうことができる空間でございます。先ほど映像でも映させていただきましたけれども、外のテラス席もとてもおすすめでございますし、特に夏の季節の夜の時間帯には心地よい隅田川の風を感じながらお酒や料理をいただくことができますので、そちらもとてもおすすめなポイントでございます。新しい店名でございますクランというのは、家族、血筋、血縁、仲間、愛する人などの意味が込められておりまして、世代を超えて愛される場所になってほしいという思いが込められています。クランというと、私はヒップホップアーティストのウータンクランさんをイメージするんですけども、そういったところもそういったコミュニティ的な意味合いを含めているのかなと思いますね。店内も実際にヒップホップっぽいような曲が流れていたりとか、とても心地がいい空間になっていましたし、こういったグッズなんかの販売もされていましたので、ぜひ気になった方は購入いただいてご自宅用にも使っていただきたいと思います。こちらの店舗、完全キャッシュレス店舗になっていますので、現金派の方は事前にご注意いただければと思います。さらにこちらのお店は朝から晩までオールデイで楽しめるのが魅力になっているんですけども、個人的なおすすめはモーニングでございます。7時からオープンしていますので、朝活をしてから隅田川を散歩して出社するといった優雅なルーティンも可能なお店でございます。朝食メニューは9時半までになっていますので、なるべく9時前以外には訪れてほしいなと思いますので、ちょっと遅く起きた日にはモーニング以外のランチメニューなんかを頼んでいただくといいかなと思います。そしてこちらはこの日にいただきましたアメリカンワッフルプレートとラテでございます。通常のホットコーヒー等をつけていただく場合にはワッフルプレートの込みの値段でいただくことができるんですけども、ラテに変える場合は今回注文したように330円プラスでかかりました。で、このワッフルにスクランブルエッグとサラダとヨーグルトとソーセージ、あとバナナとイチゴがついたとても贅沢なメニューになっています。ちなみにこちらのお店は以前に浅草蔵前編でご紹介させていただきました蔵前のリーブスコーヒーロースターズさんの豆を使っておりまして、こちらのお店もコーヒー好きならおそらく知っているであろうとても美味しいコーヒーになっていますので、ぜひ今回頼んだラテのようにコーヒーメニューを頼んでほしいなと思います。他にも同じく蔵前のベーカリー、そちらも以前の浅草編の動画でご紹介させていただいたんですけども、ちがやさんのパンもいただくことができますので、気になる方はぜひそちらの動画も確認してほしいなと思います。続いては少し駅を移動しまして、門前仲町から門中コーヒーさんのご紹介でございます。こちらは2022年11月に誕生した自社焙煎のスペシャルティーコーヒーを中心としたロースタリーカフェになっています。過去にご紹介した下北沢の北参道コーヒーさんや六本木のテイラードカフェ、東京駅の北参道喫茶などを運営しますビプレインさんの系列店舗でございまして、それらのお店同様専用アプリでございますコーヒーアップから注文することで待ち時間少なくメニューをいただけるところもおすすめなポイントになっています。一方で完全キャッシュレス店舗になっていますので、先ほどのクランバイザリバーさん同様現金支払いが不可な点だけご注意いただければと思います。こちらのお店は門前仲町、通称門中の地域活性もとても支援しているようなお店でございまして、こういったイベント情報なんかも載せてくれている素敵な取り組みを行っているお店でございます。お店の魅力としましては、先ほど申し上げた自社焙煎のコーヒーでございまして、そちらは常時約10種類ほど取り揃えていますコーヒー豆から選べるスペシャルティーコーヒーになっています。さらに注目は丸型のクロワッサン、サークロというものでございます。おそらくパン好きの方なんかは最近メディアで取り上げられ始めていますので、聞いたことがある方もいるかと思うんですけども、今回も注文してますので、ぜひ映像を通して確認していただきたいなと思います。ただですね、一点注意してほしいなと思いますのは、パン屋さんではなくて、あくまで自社焙煎コーヒー専門店のため、そういったサークルのメニューとか、あとはスイーツは製造数に限りがあるということでございます。この日も9時頃に訪れたんですけれども、早速こんな形で2階の席はたくさんの人がいらっしゃいまして、朝ごはん等を楽しんでいました。といったこともありまして、すでにですね、サークルサンドのうち、ハムレタストマトというメニューとか、あとはスモークサーモンというメニュー、クリームチーズ、クッキー&クリームは全て売り切れていました。なのでですね、全ての味を確実に楽しみたいという方に関しましては、平日は8時から、休日は9時からやってますので、そういった開店のタイミングを狙って訪れてほしいなと思います。で、2階はこういった形でアーティスティックな空間でありながらも、様々な席のスタイルで楽しむことができますので、お一人様はもちろん複数人でも訪れていただけるような、そんなお店になっていたかなと思います。また充電も可能でございますし、Wi-Fi も使えますので、作業向けにも使えるようなお店でございますね。また、こちらのお店は門前仲町の駅から徒歩2分でたどり着く場所にありますので、そういったところも普段使いしやすいお店になっているかなと思います。
やはりこの門前仲町も先ほどご紹介した清澄白河に関しましても地域密着な様子がとても素敵だなと思いますので、ぜひ街並み気に入った方はその引っ越しとか住居探しの点でも参考になるかなと思います。こちらが先ほどから申し上げていますサークロですね。非常にたくさんの種類がありまして、こういったスイーツ系のメニュー以外にもサンドといった形でフード系のメニューもいただけますので、そういったところもおすすめですね。17時以降はワインを中心にアルコールメニューの提供もあるということでございますので、外でお酒飲むにも気持ちよさそうかなと思いました。あとはコーヒー豆の販売も行われていますので、実際に飲んでいただいて気になったメニューがありましたらご自宅用にも買ってほしいなといったところです。あとはこんな形で、このメニューでいうところのサークロベリーなんかは春の季節限定メニューになっていましたし、他にもドリンク系も自家製のいちごミルクとか、ラテコアントローといったシーズナルドリンクもありましたので、ぜひその訪れていただいたタイミングで気になるメニューがありましたら頼んでほしいなと思います。その中、この日頼みましたのはサークロのモーニングセットでございます。今回のセットではあんこのサークロとラテをいただきました。セットの場合に選べるサークルはプレーンとチョコレートとあんこ限定でございますので、その他の味を試したい方は単品にて注文していただければと思います。また今回のようにラテメニューを頼む場合にはプラスの料金がかかりますので、その点はご注意いただければと思います。ただですね、ラテ頼んだ場合にはこういった素敵なラテアートでいただくこともできますし、ラテも非常にボリューミーにいただくことができますので、朝にはちょうどぴったりなメニューかなと思います。サークル自体は本当に不思議食感だなといった印象で、またクロワッサンとはちょっと違った食べやすい大きさになってますので、そこもおすすめなポイントかなといったところです。で、こちら、せっかくなのでセットでいただくことができなかったサークルの他のメニューも注文してみました。こちらはサークルオランジェットになっています。こちらがちなみにこのお店の中では一番の人気メニューだということでございますので、皆さんもぜひそういった実演情報を参考にしていただいて注文してほしいなと思います。以上、今回は2023年上半期の最新バージョンとして東京でおすすめな朝ごはん13選をご紹介させていただきました。東京にお住まいの方の中でも最近オープンしたばかりで知らなかった店舗もあるかと思いますし、東京の中でも東京在住の私でも特におすすめしたい朝ごはんを中心にご紹介させていただきましたので、ぜひ遠方からお越しの方も今回の動画を参考に東京巡りの際の朝ごはんの候補地として参考にしていただきたいなと思います。また朝ごはんといってもグランバイザリバーさんのように9時半までのところもあれば、カフェザックさんのように14時までやっているところもありますので、本当にモーニングの時間は多種多様でございます。動画の概要欄にはマップやリンクも載せていますので、ぜひそちらを確認していただいて正確な朝ごはんの時間を見ていただいた上で訪れていただくとより確実かなと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。